ずんだもんです。今日も元気に世界ニュースをお届けするのだ。今日は太陽の国、スペインのニュースをお届けするぞ。実は、スペインの公用語って、カスティーヤ語だけじゃないらしいのだ。バスク語とか、カタルーニャ語とか、他にもいくつかあるのだ。へえ。意外でしょ？今日はそんな魅力的なスペインを含む、世界中から厳選した5つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。トランプ氏、移民追跡の新戦略で大家に借り主情報提出を要求という記事なのだ。トランプ政権が不法移民を追跡するために、家主さんにテナントさんの個人情報まで要求し始めたらしいのだ。裁判官の署名もない召喚状で脅しているらしいなんて、信じられないよね。アメリカ自由人権協会も懸念を表明しているし、弁護士さんたちもプライバシー侵害だと批判しているのだ。一体どうなるのだ？この衝撃のニュース、一緒に見ていくのだ。ヨーロッパ南西部、イベリア半島の大部分を占めるのがスペインなのだ。首都は情熱的なマドリードで、地中海と大西洋に囲まれた美しい国なのだ。かつては大航海時代をリードした海洋国家で、多様な歴史を背景に、現在は議会制立憲君主制が敷かれているのだ。人口は約4800万人くらいなのだ。主要産業は世界有数の観光業で、美しいビーチや歴史的建造物がたくさんの人を魅了するのだ。情熱的なフラメンコや美味しいパエリア、サッカーも有名で、豊かな食文化と芸術が息づいているのだ。最近では、持続可能な観光や再生可能エネルギーへの取り組みにも力を入れているのだ。多種多様な文化が融合する、魅力あふれる国、それがスペインなのだ。一つ目のニュースなのだ。トランプ氏、移民追跡の新戦略で大家に借り主情報提出を要求という記事なのだ。トランプ政権が不法移民を追跡するための新しい戦略を始めたのだ。国土安全保障省 DHS の移民税関捜査局 ICE が家主さんにテナントさんの賃貸契約書や身分証明書などの記録を提出するよう求めているのだ。裁判官の署名がない召喚状で要求しているケースもあるらしくて、協力しないと法廷侮辱罪になるかもって脅しているらしいのだ。でも、アメリカ自由人権協会 ACLU さんによると、裁判官の命令がない限り、こういう要求に従う義務はないって言っているのだ。この新しいやり方によって、すでにアイスの行動に怯えている移民さんたちが、さらに恐怖を感じるようになり、人種や出身国に基づく差別が増える可能性があるって懸念されているのだ。弁護士さんたちは、家主さんがテナントさんのプライバシー、特に移民の状況を評価する立場にはないって指摘しているのだ。テキサス州の支援センターの代表さんは、これらの行動は、不法滞在の人たちに恐怖を与えて、自分で国に帰ってもらおうとしているのだ。って話しているのだ。そして、勤勉な移民の人たちが合法的な地位を得るための道を作る、包括的な移民改革が必要なのだ。って強調しているのだ。この戦略は、移民の人たちをより弱い立場に追い込み、大きな打撃を与えることになりそうなので、適切な対策が求められているのだ。二つ目のニュースなのだ。ルーラ氏、トランプ氏がボルソナロ裁判めぐりブラジル脅迫と非難という記事なのだ。トランプ前アメリカ大統領がボルソナロ元大統領の裁判を中止しないとブラジルに関税を 50% も引き上げると脅しているのだ。トランプ氏はこの件が政治的な動機だと隠さず、ブラジルの内政に干渉する姿勢を見せているのだ。ボルソナロ氏はルラ大統領へのクーデターを組織した罪で、なんと最大43年の懲役を求刑されているのだ。トランプ氏は言論の自由への攻撃も懸念し、関税政策でブラジルに圧力をかけるのだ。これに対し、ルラ大統領は受け入れがたいゆすりなのだと強く反発し、ブラジルの主権に対する深刻な攻撃なのだ
と述べたのだ。外国人にはこの大統領に命令はさせないのだ、と愛国的な演説で機嫌を上げたのだ。米商務省も森林伐採や大手 IT 企業の規制、電子決済システム、PIX などを理由に、ブラジルを不当な商慣行で調査すると発表したのだ。ルラ大統領は、森林伐採の減少データを提示し、SNS も他の企業と同じくブラジル法に従うべきだと主張したのだ。さらに、トランプ氏が脅しを実行すれば、経済護刑法を使って報復関税で対抗する構えを見せているのだ。トランプ氏の一連の脅しは、皮肉にもボルソナーロ氏をさらに孤立させ、ルラ大統領の支持を強めているのだ。ルラ氏の支持率は改善し、2026年の選挙でも有利な情勢なのだ。ルラ氏はトランプ氏の攻撃を支持する国内の政治家を真の売国度なのだと厳しく非難し、国民の団結を促しているのだ。ボルソナーロ氏の息子が米国でトランプ氏にロビー活動をしていることもこの背景にあるのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプ氏、エプスタイン文書一部公開を要請。無 AGA 反発鎮静化へという記事なのだ。トランプ大統領がエプスタイン事件をめぐって大騒ぎなのだ。なんとウォール・ストリート・ジャーナルを訴えると脅しているのだ。同紙がトランプがエプスタインに送ったとされる偽の誕生日書簡を掲載したからなのだ。トランプはあの手紙は偽物なのだって強く否定しているのだ。さらにトランプは法長官にエプスタイン事件の裁判文書の一部公開を求めたのだ。これは法省が事件を終結させたことで噴出した陰謀論やトランプ支持者の怒りを鎮めるのが狙いなのだ。以前は事件の全容を明かすと公約していたのに、法省がエプスタインに顧客リストはなく自殺だったと結論つけたから支持者たちは不満なのだ。でも公開される文書は事件の初期のもので、みんなが知りたがっているジェット機の飛行記録や動画なんかは含まれない可能性が高いのだ。問題の誕生日書簡はギレーヌ・マクスウェルがエプスタインのために友人にメッセージを頼んだ際にトランプも送ったと報じられているのだ。トランプは繰り返し偽物だと主張し、同志を提訴すると警告しているのだ。トランプはエプスタインのデマは民主党のせいだと言い始めているのだ。しかし彼が選挙に3回勝ったという主張は誤りなのだ。ジョー・バイデンが正当に勝ったのだ。裁判官が文書を公開するときは被害者保護のため一部が検閲される可能性が高いのだ。そしてトランプ支持者たちは法省が公開したエプスタインの独房監視カメラ映像にある3分間の空白についても説明を求めているのだ。真相解明はまだまだ続きそうなのだ。4つ目のニュースなのだ。トランプ、エプスタイン文書論争を解説という記事なのだ。最近、トランプ前大統領とコジェフリー、エプスタイン氏をめぐる騒動でトランプ氏の熱心な支持者の間で亀裂が生じているのだ。トランプ政権の司法省が噂の顧客リストは存在せず、エプスタイン氏が自殺したと発表したのだ。これに対しトランプ氏自身が以前はリストの存在を強調し、情報公開を約束していたのに、今やデマと呼び不満を持つ支持者を愚かとまで言ったため、一部の保守系メディアや支持者が反発しているのだ。エプスタイン氏は未成年者を性的に搾取する組織の元締めだった金融家なのだ。彼は獄中で自殺とされたけど、弁護士や料理学者は他殺の可能性も示唆しているのだ。ビル・クリントン元大統領やアンドルー王子、そしてドナルド・トランプ氏など多くの有力者との関係が指摘され、顧客リストの存在が注目されていたのだ。エプスタイン氏の主要な共犯者だったギレーヌ・マクスウェルは未成年者の勧誘や虐待に関与した罪で有罪判決を受け、刑務所にいるのだ。トランプ氏とエプスタイン氏は長年の知人で、トランプ氏がエプスタイン氏を素晴らしい男と評したこともあったし、
エプスタイン氏のプライベートジェット、ロリータ・エクスプレスに乗っていたとの報道もあるのだ。過去にはトランプ氏も未成年者への性的暴行疑惑で訴えられたことがあったけど、この訴訟は後に棄却されたのだ。この騒動の中、トランプ氏は司法省に追加文書の公開を求めたり、偽の手紙を掲載したとしてウォール・ストリート・ジャーナル紙を訴える意向を示しているのだ。彼の支持層との関係がどうなるか、今後の展開に注目なのだ。5つ目のニュースなのだ。エッセイスト、オギーブリン氏、トランプ氏は神を信じていないという記事なのだ。メーガン・オギーブリンさんが熱心なキリスト教の信仰を離れて実存的な問いの答えを求めてテクノロジーに目を向けたけど、結局は人間の本質を解決するのは精神的なことだって考えるようになったのだ。彼女はかつては確信を持ってた信仰を悪の問題なんかで疑問に思うようになり、心がさまよった時、人間を技術で進化させるトランスヒューマニズムに救いを求めたのだ。でもそれもまた答えじゃなかったって気づいて、今は謙虚さと不確実性の中に平和を見出してるんだなのだ。テクノロジーは私たちを助けるはずだったのに、新しい問題ばかり生み出してるって言ってるのだ。特に AI には意識がないことがすごく怖いって感じてるのだ。だから私たちは有害なテクノロジーにはちゃんと抵抗すべきで、無理に共存しなくてもいいって力説してたのだ。それから今のトランプ政権はテクノファシズムに近づいてるって指摘してるのだ。トランプ大統領は神様を信じてるんじゃなくて、キリスト教の票を得るために利用してるだけだって言ってたのだ。でも過去にも核兵器みたいな破壊的な技術に抵抗してきたみたいに、未来は自分たちで選べるはずだって希望も語ってくれたのだ。スペインは情熱的で素敵な国なのだ。たくさんの魅力が詰まっているのだ。今日のニュースではトランプさんの発言や行動が移民や国際関係、信仰、技術倫理にまで大きな影響を与えていることが分かったのだ。世界がどんな未来に進むのか、みんなでしっかり見守ってより良い方向へ進めるように考えていきたいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。